今日の動画は手相から見る BTS 自民の本性。基本的な性格。負けず嫌いの頑張り屋でさっぱりとした性格で、いつまでも少年っぽい印象があります。心は幼く妄想や空想が大好きな方です。無邪気で好奇心も旺盛で、裏表が少ない性格で、仲間づくりやコミュニケーションがとても上手な方です。また、刺激と変化を求める人でして、やや落ち着きがなく、無計画な行動に突っ走ってしまうこともあるようです。新しいことや流れに素早く反応でき、チャレンジ精神がとても強い方のようです。ただ、礼儀とマナーをしっかり守れ、上品な気遣いができる人でもあり、マイペースで警戒心がとても強く、基本的には人は人、自分は自分という区切りがあるようです。おとなしくしている方が苦手なので、休みや休憩時間があっても、ちょろちょろ動き回る落ち着きがない人のようです。とてもお調子者で、その場に合わせたトークもうまいので、人脈はかなり広がっていきます。なかなか物を捨てられないので、家の中に無駄なものやガラクタが多いこともあるようです。画像を見る限り、金星球が膨らんでるのが見受けられます。金星球とは、親指の付け根の膨らみの部分でして、主に愛情や生命力、恋愛に関わる出来事、物事に対する積極性などを判断する場所です。健康面では、肉体的なことのみならず、精神的な面まで知ることができます。自民さんの場合は愛情が豊かで体力もあり、何事も積極的、生命力にあふれているので、子宝に恵まれやすい面もあります。基本的に大きな病気や怪我はないようです。かなり体は丈夫なので見受けられます。性格的にも明るく元気な人で、恋愛に対して前向きでモテる傾向にあります。さらにこの画像で太陽球も膨らんでるのが見受けられます。太陽球とは、薬指の下の膨らみの部分を太陽球と呼びます。特に人を引きつける力を持ちますし、社交的な芸術家タイプのようです。さらに周りから人気が得られたりしますし、自己実現やプライドが高いようです。さらに画像では親指が短いのが確認できます。これは若干メンタルが弱く、打たれ弱いことを表しております。また、いたずらが好きな人であることも考えられるでしょう。温和な性格でして、些細なことに怒ったりはせず、心の広い方のようです。また、親指付け根にファミリーリングがあり、これは幸せな家庭を築ける方に現れますので、自民さんと結婚した方は幸せな生活を送れそうです。家族思いで、家族間の結びつきをとても大切にします。子煩悩でもあるので、父親となることで充実した人生を送れるようになるでしょう。家族同士を結びつけるパイプの役割を果たすこともありそうです。さらに、手のひらを見る限り、どちらかというと丸くふっくらしております。これは涙もろい性格のようで、感情の起伏が激しいようです。甘え上手なので可愛がられますが、褒め言葉には騙されやすいので注意した方が良いでしょう。仕事と金運。早くから社会に出た方が能力を開花させる方です。自分のペースで仕事ができるようになると、結果をどんどん出すことができ、目標をしっかり決めることが大事なタイプで、目標が決まらないと仕事が続けるのが苦痛になるタイプです。向上心や野心が強く、一度心に火がつくと、人並み以上のエネルギーが出るタイプです。美的センスや芸術センスがあふれているので、自分を表現できる仕事に就くと能力を発揮していきます。足の良さや頭の回転の速さ、瞬発力が仕事に結びつくと、それがお金とつながり、大きなお金を手にすることができます。計画的にお金を貯めることが苦手で、使いたいと思ったらたくさん使うタイプです。ただ、
それ以上にお金も入ってきますので、今後お金に困ることはないようです。食べることが大好きで、食にはお金を使うタイプのようです。さらに、この画像では、運命線が頭脳線の位置にあるのが確認できます。それは、35歳前後で仕事を退職したり、次へのステップのために表舞台から一時的に引っ込むなど、社会運に変化が起こる意味です。ただ、引退だけを示すわけではなく、35歳でこれまでの努力や苦労が報われることを示しております。ただ、年を重ねるごとに考え方が古くなってきたり、過去の成功体験などを引きずってしまうこともあるようでして、柔軟な考えを常に持っていることが大切になってきます。もともと物事を考える時間が長く、慎重なタイプで論理的に考えれる方なので、今後大きな失敗もすることは少ないようです。さらに薬指が長いのも確認できます。これは芸術的才能を表し、長くしっかりしていると芸術センスが豊かで独創的なセンスを持っているようです。まさに芸術の天才と言ってもいいでしょう。美意識も高く、人から見られていることを意識することで、さらに魅力が増すようです。恋愛と結婚。恋愛に関しては、自分のペースを乱されたくない方でして、自分に干渉しない形を好むようです。相手の理想が高くなってしまうこともありますが、最終的には自分にまめな方と恋愛することが多いようですね。あまり人に執着しないので、過去の恋愛を引きずったり、復縁したりすることは少ないようでして、別れたらきっぱり気持ちを切り替えれるようです。さらに自分が好きでないと恋愛は始まらないタイプでして、相手がいかに自分に好意を持っていても、自分が好きじゃない人とはお付き合いしないようです。恋愛の優先順位は基本的に低いので、自分の時間を大切にすることを優先します。なので結婚もお互いの時間を邪魔しない相手や自分のペースを乱されない相手との結婚を好むようです。夜の営みに関しては、すごく淡白でじっくりじっくりと愛を育むタイプではないようです。愛を育むというよりも娯楽の一環として考えているようで、そもそもそんなに夜の営みに関して特別な欲がないようです。さらに、この画像では感情線が程よい長さで緩やかなカーブをしているのが確認できます。これは一見クールなところがありますが、閉じ込めている感情を抑えることが苦手で、恋愛へのモチベーションが低いことを表しております。それほど自分から積極的にアピールしていくことはありませんが、魅力的で自然と目立つので、異性からの人気が高くなるようです。また、この画像で結婚線が35歳から38歳あたりの時に出てるのが確認できます。先ほども申した通り復縁することはあまりないので、これまでお付き合いされてきた方との結婚はないようです。あまり年上を好むタイプではなさそうですね。過去の彼女遍歴ではいくつか共通点があるので、年下の笑顔が素敵な人と結婚になりそうです。最後にジミンさん、勝手に占って申し訳ありませんでした。今後のご活躍を心より応援しております。以上で今回の動画を終了します。最後までご視聴ありがとうございました。この動画は誰でも1週間で手相鑑定できるように、無駄な情報をなくして必要な箇所を抜粋して動画にしております。この動画が少しでも皆様のためになったなら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。手相鑑定とイラスト作成は概要欄から行えます。またインスタのフォローされている方は無料で抽選で鑑定を行ってますので、そちらの方も合わせてお願いします。